皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は人口減少問題について取り上げていきます。日本にとって今、少子高齢化問題というものが様々な面で悪影響を与えています。年金問題であったり、医療制度についての問題であったり、様々な時にこの少子高齢化問題というのが出てくるわけですが、一つこの問題の悪化させる要因として考えられているのが少子化です。高齢者がどれだけ増えようとも、実はそれと同じぐらいの数だけ子供が生まれていれば、人口ピラミッドというのは大きな筒のような形となり、社会はある程度安定することができます。しかし、高齢者がたくさんいますよという中において、子供の生まれる数というものがぐっと減ってきている。このような傾向というものが続いているからこそ、人口ピラミッドは歪であり、多くの高齢者を少ない若者たちが支えるというこの構造が日本にとっては非常に深刻な問題となっています。この問題それ自体は何年も前からずっと続いてきた話題ですが、しかし今年2020年においてはもっと深刻な事態に陥っています。それは新型コロナウイルスの問題によって今この時期に子供を作るのはやめておこうという考えが多くの人々に浸透した可能性があるからです。この影響というのは当然のように非常に長期間にわたって日本に打撃を与えることであり、日本の未来そのものにも暗雲をもたらすものです。というわけで今回は新型コロナウイルス下の2020年一体どのようなことが起こっているのか、そして少子化問題が一体どんな弊害があるのか、そういった話について解説をしていきます。それでは関連ニュースをどうぞ。出生数、コロナで減少懸念。妊娠届、1月から7月 5.1% 減。新型コロナウイルス感染症の影響で出生数が減る懸念が高まっている。厚生労働省が21日発表した集計によると、自治体が1から7月に受理した妊娠届の件数は51万3850件となり、前年同期に比べて 5.1% 減った。雇用情勢の悪化などで結婚・出産を控える人が増えている可能性がある。コロナによって日本の人口減少に拍車がかかる恐れが出てきた。厚労省によると、1月から7月の妊娠届の累計件数は前年同期に比べて約2万8000件減った。特に5月が 17.1% 減、6月が 5.4% 減、7月は 10.9% 減の減少幅が大きかった。5月から7月の累計では 11.4% 減の大幅な減少だった。こちらが2018年、2019年との比較です。2018年、2019年に比べて明らかに今年2020年の妊娠届の件数が減っていることがわかります。妊娠届の減少にはいくつかの要因が考えられる。春先以降、新型コロナの感染が拡大するにつけ、外出自粛で里帰りが難しくなるなど、出産を取り巻く環境が大きく変わった。医療機関がコロナ対応に追われる状況の中、院内感染への警戒も広がった。安心して出産できないと考え、子供を持つことを先送りする動きが出たとみられる。さらに企業活動が打撃を受けたことで、雇用情勢が悪化。パートタイム労働者ら非正規雇用には雇い止めが広がった。将来への不安を募らせ、出産を見送る人も増えた可能性がある。厚労省の担当者は、外出自粛で役所に届けに行くのを控えている人もいるのではないかと話しており、これから提出される妊娠届がある可能性もある。日本の人口は少子高齢化で11年連続で減少している。2019年の出生数は86万人と、統計開始後初めて90万人を割り込んだ。今後も出産を控える動きが続けば、来年の出生数が70万人台まで落ち込むシナリオも現実味が出てくる。出生数の減少は日本の社会保障制度の担い手が少なくなることを意味する。コロナ禍で人口減少のペースが加速すれば、年金や医療などの制度の持続可能性が揺さぶられる。日本の人口減少問題というのは実は非常に大きな問題です。そのことを表すグラフというのがこちらです。これは日本の人口の推移を表したグラフです。江戸時代から明治、そして大正昭和へと時代が移り変わるにつけ、その中においては人口は伸び続けてきました。しかし、2008年に日本の人口はピークを迎え、それ以後は人口減少へと転じました。そしてこの人口減少のペースというものが
あまりにも早すぎるというのが大きな問題です。今のところ政府の予想においては、2100年代には一番悪いシナリオで3800万人程度まで人口が減少するという予測がされています。この3800万人という予測は一番悪い予測なわけですが、政府の予測というのは基本的には楽観的に見積もっているものなので、一番悪いという予想が当たる可能性が一番高いと言われています。ですから、2100年には日本の人口は4000万人程度に落ち着くのではないかと言われています。つまり、現在の人口から考えれば、8000万人の人口は失われるということです。この悪影響が一体どれだけ広がるかについては後半の解説をしていきます。出生数が過去にないほどの大幅減少を迎える、その要因となったのが新型コロナウイルスの問題なわけですが、では新型コロナウイルスの問題、日本においてどのようなリスクがあったのか、改めて数字で見ていきましょう。これは他の病気や他の死因との比較です。現在新型コロナウイルスによる死亡者数というのは1600人台です。一方で例年インフルエンザで亡くなる人は1万人、結核で亡くなる人は2300人と、新型コロナウイルスの方が明らかに人数としては少ないです。もちろんこの新型コロナウイルスの被害者数というのは様々な政策を打った結論として今のところはこうなっているものであり、何もしなければ当然もっと増えていたでしょう。しかし、欧米との比較をした場合においては全く違う考え方をすることができます。少なくとも欧米と比較した場合であれば新型コロナウイルスの日本におけるリスクは低いと言えます。アメリカの新型コロナウイルスによる死者数は 22.2 万人。日本の場合、恐怖と不安によって様々引き起こされる経済的やもしくは今回のような人々の行動変化といったものが大きな打撃となっています。基本的に人口が減少することそれ自体は大きな問題を引き起こします。こういった話をまず第一にするわけですが、人によっては、いやいや、日本というのは江戸時代にしても明治にしても大正にしても、ここで問題とされるような人口で収まっていたんだから、人口が8000万人減ろうとも何の問題もないという人もいます。しかし私はそのことについては全くの間違いだと言えます。なぜならば、日本は人口が増えることによって、そのインフラも同じように拡大してきました。かつては田畑だったところに住宅地が伸び、それに伴って下水道やもしくは上水道などを引き、道路なども同じように拡張されてきました。人口が減少したからといって、じゃあみんな住み替えてくださいねといった政策は現在のところを取っていません。ですから、日本のあちこちに開発された住宅地がある中において人口だけが半分以下になれば、当然のように過大なインフラというものが残り、それを維持するためのお金というものが人口が半分になった状況の中において多くの人々にのしかかってくることになります。それは単純に電気代や水道代やガス代などが倍になりますよといった話かもしれません。例えば、水道の話で言えばすでに人口が激減している地域などにおいては値段が高騰するといった問題が起きています。水道管は町の至るところに設置し、当然のように水道管というものは経年劣化しますから交換の時期が来ます。そのためには非常に多くなお金がかかります。そのようにして水道を維持するためのお金というものをみんなで負担しなければならない。しかし負担するための人数というものが大幅に減少してくるということになれば、当然のように水道代はほとんど水を使っていなかったとしても利用者に跳ね返ってくることになります。同じように下水道などについても同じ話が言えますし、電気についていっても人が大して住んでいないようなところにも電柱が伸びて、その電柱というものも当然のように経年劣化し、これも維持していかなければなりません。そして一つ上のレベルの行政に行っても、人口が例えば半分になった自治体において予算だけが同じように組むことができるでしょうか。そんなことは当然できません。人口が半分になった町においては当然のように予算も半分にしなければ身の丈に合うものではありません。そうなれば福祉などは当然のように削られます。町のあちこちにあった小学校や中学校などが統廃合され、非常に遠くの学校へと通わなければならなくなるような人も増えるでしょうし、何かの手続きをしなければならないとなったとしても、行政の窓口というのがはるか遠くへと行かなければ存在しないようなことにもなるでしょう。今回紹介した記事の中にはありませんでしたが、自治体として消滅する可能性がある、そういった危険性が指摘されている場所も日本各地に存在し、場合によっては県レベルで人口がそもそも町レベルへと下がってしまうようなことすら考えられているのです。
少し身近なレベルから話を始めましたが、日本国民全体にとって言っても、当然のように地方が疲弊していれば、税収などは下がってきますし、税収が下がれば様々な政策にかけるお金というものがどんどんと窮屈になっていきます。日本の防衛をしっかりとしようねといったところで、人間の数が半分になった状態で、税収が維持できるわけもなく、税収が維持できなければ当然のように防衛予算なども避けるわけがありません。このように基本的に人口が少なくなっていくというこの傾向そのものについては大きな弊害しか存在しません。しかし私が非常に大事だと思うのは、人口減少そのものについてはある程度受け入れる必要があるでしょう。少なくとも今後の世界においては様々なものが自動化することが考えられます。テクノロジーの発達によって今まで人間がやらなければならなかった仕事などが様々な AI やコンピューター、そしてロボット、アンドロイドへと移行していくことが考えられます。ですから人口減少そのものについて大きく否定するわけでは私はありません。しかし問題なのはその人口減少のペースがあまりにも激しいと、そのような社会へと移行する前に、そもそもロボットを用意する原資が存在しないような国家になってしまう。それこそが一番の問題なのです。例えば AI やコンピューターなどが発達して、それらにある程度仕事を任せるような時代になったとしても、そのような AI やコンピューターを導入し維持していくための最低限のお金を国家として持つことができないというのであれば、それは単純に貧困国家へと落ちぶれるということを意味します。他の国においては、しっかりとお金を用意し、そのような自動化した社会というものが存在すれば、ある程度農業や漁業、林業、そしてサービス業などについて人間の手を介さない形で社会が維持することができるでしょう。しかしそのような AI やコンピューターを導入するための国力というものが残っていないようなことになってしまえば、当然のようにほとんどのサービスが消滅し、非常に多くの人々が貧しさに路頭に迷うことになってしまいます。ですから人口減少のそのペースが速すぎるということに対しては、しっかりと押しとどめるような政策を打っていかなければならないというのが私の考え方です。そして2020年は新型コロナウイルスの影響によって、その少子化のペースが一気に早まってしまうということが今回の統計データで出てきました。去年2019年で86万人という出生数、この数それ自体も過去に比べれば少ないもので90万人を下回ったというのが一つのニュースだったわけです。ところが2020年にはそれがさらに加速して、今度は70万人台へと突入してしまう。1年で10万人程度の子供の数が減ってしまうという、この大幅な変化はあまりにも大きな悪影響をもたらすことになります。地域によっては学校が廃校になってしまい、自分の住んでいた地域よりはるかに遠くの学校へと子供を通わせるようなことになってしまうかもしれませんし、子供にまつわる産業、例えば子供を預ける事業所などが民間のものは撤退してしまうようなことになってしまうかもしれません。もちろんそれらに携わっている雇用というものも失われることになり、子供の数が減るということは雇用が減り、そして生活の質が落ちることに直結する問題でもあるのです。新型コロナウイルスは世界的に見れば確かに蔓延し、そして多くの被害者を出しています。しかし少なくとも東南アジア、そして日本においては国家経済を揺るがすほどの重大な感染症でないということが数値として出てきています。それは少なくともインフルエンザや結核等と比べても十分そのことが皆さんにもお分かりでしょう。個人レベルや商店、そして行政レベルで新型コロナウイルス対策をした上であれば、経済は十分に再開することができるということが数値としてもう出てきているのです。ですから GoTo トラベルキャンペーンが日本全国へと拡大された時に、テレビ等では不安を煽るような言葉が様々投げかけられました。東京から多くの人が地方へと行けば、それによって新型コロナウイルスが日本中で蔓延してしまうといったことを言っていた人もいましたが、現実そのようなことは起こっていません。新型コロナウイルスというのはこのままなくなるわけではありません。おそらくは私たち日本人と共にずっと共生するようなウイルスとなるでしょう。それは旧型のコロナウイルスである風邪やもしくはインフルエンザと同じように社会にありふれた病気の中の一つとして数えられる、そういった新しい共生社会というものが今後は続いていくのです。ですからそのようなことを前提としても経済へと焦点を移して経済対策に本格的に取り組む段階へと私は入ってきていると思います。なお私は新型コロナウイルスに対するリスクというものが
欧米に比べれば低いという話をしましたが、これは何も新型コロナウイルスは全く気にしないでいいと言っているわけではありません。少なくとも新型コロナウイルスというのは風邪の中で最強であることは間違いありません。日本で言えば1600人の方々が亡くなったということ、これは事実ですし、そして新型コロナウイルスがなければこれらの人々が亡くなることは少なくとも他の要因であったはずですし、そして今年ではなかったということが十分考えられるからです。しかし、新型コロナウイルスのこの被害者数を見れば、国家全体を止めて、それによって子供の生まれる数が10万人以上減るようなこと、それによってもたらされる最悪の方が、はるかに日本の未来にとって大きな暗雲をもたらすものであることは間違いないと私は考えています。テレビ報道の中では、かつてほどではないにしろ、新型コロナウイルスに対する対策をもっともっと政府に迫るといった人もまだまだいるでしょうが、しかし数値を見ればそのように新型コロナウイルス対策にばかり集中するような時はもう過ぎ去ったと考えて、今はそれよりも経済対策に本腰を入れるべきだという声を皆さんもぜひとも上げてください。私のこのような話を聞いて、一人一人は声を上げたところで政府は何も動かないよというふうに言う方もおられるでしょう。しかし私はそういった面においては一つ違う考え方を持っています。例えばツイッターなどにおいては人気トレンドといった言葉が出てくるわけですが、その際に出てくる件数というのはせいぜい1万件程度でも十分に人気トレンドに上がってきます。しかし私から言えばこの1万件というのは日本国民からすればほんのごくごく一部にしか過ぎません。その人数というのは私のチャンネルで言えばチャンネル登録者数の10分の1程度にしか過ぎません。しかしそのような人数であってもツイッターなどでは同じ言葉をみんなが言うことによってあたかもそれが世間を代表する声かのように取り上げられることがあります。ですから一人一人が今は新型コロナウイルス対策よりももはや経済対策の方が日本の場合は重要であるといったことを言うだけでも大きな意味があると私は考えています。今回は妊娠届が大幅に減少したことにより少子化問題というものがさらに加速度的に悪化するといったニュースをお伝えしたわけですが、皆さんはこの問題を聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして次の動画でもまたお目にかかりましょう。またね。